こんにちは、ふーです。今回は完全に私の趣味で封鎖された広大な地下トンネルを冒険してきました。保育園の臨時駐車場から続く広大な謎の地下空間。戦時中には旧日本海軍が研究施設として使っていたそうなのですが、詳しい情報は残っておらず、現在は閉鎖されています。地図には謎の痕跡。これほど冒険心くすぐる場所はあるのでしょうか。今回は地元の方に特別に許可をいただいたので、洞窟の謎について調査していきます。今日仕事終わりなんですけど、どうしても行きたいところがあるので、今から行ってきます。ということで、今回は仕事終わりの旅に出かけます。ジムニーは車中泊スタイルにしてあるので、腹ごしらえして出発です。牛丼ゲット。仕事終わりの牛丼は最高ですよ。このまま少し休憩して出発します。夜出発するドライブって子供の頃を思い出してワクワクするんですよね。居眠り運転しないようにジムニーをカプセルホテル仕様にしておきました。これでどこでも5秒で就寝できます。今回の目的地は広大な地下洞窟なので、ヘルメットと懐中電灯を持ってきました。探検セットよし。行ってきます。今回の目的地は静岡県沼津市。西東京から出発で約3時間の道のりです。中間地点に道の駅同志ってところがあるので、限界を迎えたらそこで一度仮眠を取ります。今回の目的地は沼津市のとある保育園から続く洞窟。名前もなければ Google マップにも載っていません。Apple のマップで見ると確かに道がありますが、ネット上にはほとんど情報がない謎の洞窟なんです。事前知識として分かっているのは、洞窟は戦前から存在していて、かつては生活道路として使われていたこと、そして戦時中は海軍の研究施設として使われていたってことです。今は完全に閉鎖されていて、被験者の方の許可がないと入れなくなっているということです。これは探索のしがいがありそうです。ここをどうやって見つけたかなんですけど、天野さんという産業遺産や史跡を紹介している方の動画を見て知りました。天野さんは私よりもはるかにディープなスポットをより詳しく紹介しているので、産業遺産や史跡が好きな方は見てみてくださいね。仕事終わりはアドレナリン全開。一人カラオケで睡魔をごまかします。通し道に入りました。私の活動時間はとっくに限界を迎えているので、このまま道の駅で仮眠することにしました。アドレナリン切れて今にもくたばりそうなので、撮影どころではありません。疲れた。今日は寝て、また明日出発します。6月でも外気温13度。寝袋持ってきて正解でした。目覚ましをかけずに起きたら12時です。夜更かしした分はアホみたいに寝て取り戻したので、洞窟に直行します。車をカプセルホテルにしておくと、仕事終わりだろうといつでもどこでも旅に行けるので楽しいですよ。全人類悩んだら何も考えずにぼーっと川を眺めましょう。心が穏やかになりますよ。うわー、いい朝だ。気持ちいいね。昼に起きたせいで時間もないので急いで出発しますね。道志道行ってきます。昨日とは打って変わって明るい道志道です。ということで、目的地の洞窟近くまで来ました。民家が並ぶ狭い路地を抜けると保育園があって、そこの駐車場に洞窟の入り口があるそうです。ワクワクしてきました。これが入り口です。車を別の場所に止めて、とりあえず行ってみます。で、早速散策行ってきます。入り口は見えましたが、フェンスで完全に塞がれています。
ゲームでよくある序盤は入れない地下洞窟のようです。ここから見える範囲では資材が置いてあることしかわかりません。確かに奥の方を見ると洞窟がつながっています。地図を見てみると向こう側にも入り口があるので早速行ってみます。地元のおばあちゃんにイノシシに気をつけなって言われたので護身フル装備で向かいます。私のようなフィジカル雑魚はイノシシに襲われたらなすすべなくやられてしまいます。現在地は地図で見るとこの辺。この茂みの奥が入り口になっているようです。行ってきます。こちら側の入り口はこのフェンスの隙間か、瓦礫の山の隙間から入れるそうです。地権者の方にはフェンスの隙間から入るといいよって言われたので、ここから入ります。ワクワクが8割、不安2割です。ここで地元の方から聞いた洞窟についての歴史を簡単にお話しします。ここはもともと石切り場として使われていたそうですが、およそ100年前にはすでに衰退し、使われなくなっていたそうです。その後、第二次世界大戦時に旧日本海軍の技術研究所として再び使われるようになりました。ここで空襲を避けながら魚雷やレーダー探知機の研究をしていたそうです。そして終戦後は地元住民たちが集落を行き来するための生活道路として使ったという過去があるそうです。ところどころ放置されている車の残骸は当時実際にこの洞窟を行き来していた車なのかもしれません。この丸くまっすぐ掘られた区間は旧日本海軍が掘った部分だそうです。大量の瓶が袋に詰められています。海軍の実験施設と聞いたので、何か怪しい薬品があったら怖いなとも思ったんですけど、これは禁止瓶だそうです。洞窟の湿度を利用してキノコ栽培をするみたいですね。地元の方曰く、2005年頃までは入り口にはフェンスもなく、洞窟への出入りは自由だったそうですが、子供が洞窟に入ってしまうと危ないことと、不老者がこの洞窟で寝泊まりしてぼや騒ぎを起こしたことがきっかけで、それ以来洞窟は完全に閉鎖されたんだそうです。洞窟の奥は完全に浸水していました。向こう側にも空間は広がっているようですが、私にはこれ以上進む度胸はありません。そしてこの水たまりの向こう側から聞こえる不気味な音。全部コウモリの鳴き声なんです。この地下空間は広大で、まだ半分も散策できていませんが、コウモリを刺激して噛まれたら危ないので、探索はここまでにしておきます。地権者の方が子供の頃は、ここで泳いで遊んでいたとも言っていました。昔はきっと水も澄んでいて、綺麗だったんだと思いますよ。今は見る影もありませんね。
ようやく外につながる場所に出ました。ここから見上げる景色はとても綺麗でした。まるで RPG ゲームの地下神殿みたいです。そして向こう側が最初に見た保育園側の入り口になっているようです。私の足で探索できるのはここまでですかね。後で地元の人に聞いた話によると、この辺りは質のいい石材が豊富に取れたので、あちこちにこのような石切り場跡が点在しているそうです。今回散策した石切り場はこっちですが、向こうの山一帯も石切り場になっているんだよって教えてくれました。まだまだ気になる場所はたくさんありますが、明日は仕事なので今日は帰ります。そして今度洞窟探索をするときは、コウモリが冬眠する冬を狙おうと思います。調査結果をまとめると、大昔からある石切り場で大正時代には衰退し使われなくなりました。戦時中には旧日本海軍によって研究施設として拡張され再利用されました。戦後になると集落を行き来するための生活道路として使われるようになりました。地図にトンネルとして残されているのはこの頃の名残ということですね。何があるのか知りたいって冒険心で探検に来てみましたが、こういった地域の歴史について触れてみるのも面白いですね。寿司食べてきます。最後は沼津の市場でお寿司を食べて帰ります。今回はいつもと違った冒険になりましたが、終始ワクワクして楽しい旅になりました。これからもディープなスポットを巡っていくので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。